もうこれでもかっていうぐらい振って、まだ振ってますね。まだ振って、まず、いわゆる裏打ちですね。なくなっちゃったんですよ。そんなに早くなくなるって思ったんですけど。これどう思います？結構、映り込んでますね。こんにちは、レイウッド開発の K です。今回の動画はですね、ちょっとこの緑の方のジムに、これをですね、もうここに置いてあるんですけど、ちょっとお手軽塗装の一例っていう感じで、これダイソーに売ってる缶スプレーなんですけど、もうこれでささっと、もうサクッと簡単に塗ってみるっていうのをやってみようかなと思います。で、前々から、いくつかの動画でですね、ご紹介というか、説明というかさせていただいてるんですけど、この2台のジムにですね、こっちがノーマルのまま行きますと。で、こっちがちょっといろいろカスタムとか、手を加えていきつつ、その違いとかですね、そういったものをこのノーマルの方と比較しながら紹介していけたらなと思ってますっていうので、ちょっとずつやってるんですけど、ちょっと今回は性能には直接関係ないんですけど、このいじってく方のジムにですね、これをちょっと本格的にいじっていく前に、まず塗装のカスタムということで、それのご紹介をしたいなと。特にこのジムニーに関しては、初心者の方でですね、初めてラジコンをこれで触るようになったよとか、初めて、そもそもラジコンを買ったよとか、そういう方が非常に多いみたいなので、いつも基本的にそんな方向性ではやってるんですけど、今回もですね、初心者の方向けっていう感じで、手軽にですね、こんな塗装の仕方もありますよっていう感じで、もう塗料もさっきご紹介した通り、このダイソーに売ってる、もう手軽に入手できるこの塗料ですね。しかも、もう2つだけしか使わないっていうので、一旦やってみようかなと。で、最悪、ちょっと途中でご紹介っていうか、お見せするんですけど、最初に黒を塗ります。黒塗って、で、それからシルバー塗るんですけど、もうこの黒だけでもいいんじゃないかなと思ってます。もう、これはもちろん色のお話なんで、好みとか、そういったところもあると思うんですけど、一旦これで塗って、黒だとこんな感じですっていうのをお見せしつつ、そこからさらにシルバーを塗る。完成形はシルバーになるっていうので、やってみようと思います。じゃあ、もう何はともあれ、ボディの塗装なんで、ボディ外さないといけないですね。でまず、タイヤですね。タイヤ取って、ボディ取って、小物を外していくっていうところからやりたいと思います。じゃあ、タイヤはいいですよね。タイヤを外して、はい、タイヤ外しました。で、ボディですね。ボディも結構いろんな動画でご紹介してるんで、もう大丈夫かなと思うんですけど、ボディを外すのは、ここですね。この奥の方。ここ手前に1、2、3、4とあるんですけど、その奥の、その4つではなくて、奥の2つですね。ここに2つ、奥の方にネジがあるんで、それを外します。で、あとここ、1、2。で、ここですね。ここ、1と2あるで、合計6本か。6本外します。はい。で、6本のネジ外すと、もうこれがガバッと取れますので、この時、このコネクター類ですね。コネクター類をこう引っ張って破損してしまわないようにっていうのだけ注意しながら、ここ取っちゃいましょう。取って、この外し方もですね、そーっとこのコネクタを壊してしまわないように取り外してください。ちょっと見えにくいんで向き変えますね。これでこう、なんていうんですかね、左右に揺らすみたいな。こうグニグニグニってやると、ここ持っちゃダメですよ。ここ持つと、ここが断線しちゃったりするんで、このコネクタですね。コネクタを持って、こうグニグニグニってやると外れるんで、これ外します。で、もう一個。ここですね。これを外します。見ればわかると思うんですけどね。ボディとくっついちゃってるところ。ここを、グニグニグニってやって、外します。はい。これで、シャーシとボディが分離できたと。で、あとボディなんですけど、分解時はそんなに順番とか関係なく外せるところをどんどん外していくって感じですね。このバンパー外して、
あとこのフロントのフェンダーの内側のこのネジ、これ外して、で今度これ後ろ側ですね。後ろ側のバンパーのちょっと見えづらいんですけど、この辺のネジを外していきます。ここ分かりますかね。ここにネジがあるんで、このネジを左右外します。で、あとここの見えてるやつですね。これも外します。これと、今回バラバラにしましょう。こっちも両方外します。これはテールレンズの後ろ側のリフレクターっていうかカバーみたいなのがついてるんですけど、これも全部外しちゃいます。そうするともうちょっと今バラバラになっちゃいましたけど、今の4つ外すだけで、ここの辺ですね。この辺がバラバラになるんで外しちゃいます。で、あとここの真ん中のやつですね。今バンパー外したんで、アクセスしやすくなったここのネジ。これを外していきます。はい、これでちょっとこう開くようにして、こう中のですね、このインナーボディ、内装の部分ですね。これが外せます。あとガラスですよね。ガラスは、まあこれも見ての通りって感じですけど、裏側にネジですね。4つ止まってますので、それを外します。こんな感じでガラスが外せますと。とにかく全部外すんで、これもですね、タイヤ。まあタイヤじゃないですけど、タイヤカバー。これも外して、であとこういう小物類ですね。例えば9個。この辺はもう裏側を見ると黒いポッチが出てるんで、そこを押してあげれば比較的簡単に外せると思いますので、これで外していくと。こうワイパーとかも一緒ですね。こう裏側から押してあげれば出てきますので、それで外していくと。でミラーも後ろから押せばこう外れるんで、外して、あとエンブレムか。このジムニーっていう、このエンブレム。これもせっかくこう塗り分けされてるパーツなので、これも外していきます。はい。あとは、これか。アンテナも取って、であとフロントガラスか。フロントガラスはですね、こう、後ろ側から前にこう、バコッと外せば、一応外れるんですけど、これもこれ今ちょっとなっちゃいましたけど、ここは結構欠けちゃったりするんで、そこはご注意ください。ちょっと僕はあんまり気にしないですけど、ジムニーなんで。ここ、結構、そんなに壊したくない。まあこれ壊れるのうちに入らないと思いますけど、ちょっとパキッといくことがあるんで、ほんのちょっと、ここですね。ここをちょっと気をつけたい人は気をつけながらこう力を入れてうまく外してください。はい。で、リアも同じような感じですね。こんな感じで、こう、グッとやると外れるんで、これ外すと。まあ、リアはそんなに割れるようなところはないんで、大丈夫かなと思うんですけど。はい。これで大体取れましたね。あとグリルか。グリルは、この裏側に、こうよく見ると爪がありますので、その辺をですね、こう押してあげれば、ここはちょっと結構意外と強くはまってるんですけど、横にも、こうスリットの中に圧入されてる部分があるんで、ここもですね、ちょっと押してあげて、で、各部の爪を徐々に押していってあげればこんな感じで外れますので、外してあげて、外れましたと。これ、押すだけです。押すだけで取れるんで、外してあげて、こんな感じですね。あとウインカーか。ウインカーも後ろから爪をちょっと押してあげれば外れるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。はい、爪を押して、外す。外して、あとここは一緒に塗っちゃってもいいと思いますし、まあ丁寧にやるなら外して塗る。でも、どっちでもいいかなと思います。こう結構きついんで、取り外すとき、ちょっと気をつけながら頑張って外してほしいんですけど、外す場合は、まあ下からちょっと浮かして、細めのマイナスかなんか入れて、閉じっちゃってもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、これもですね、一応外せるのは外せるんで、外す方は頑張って外してください。で、あとここか。このちょっと、まあ皆さん、僕も好きじゃないですけど、皆さん嫌いな、このルーフにある四角い穴。まあこれ成形時の都合でどうしても必要なんで、こう開いちゃってるやつなんですけど、ここもですね、裏の爪外してあげれば取れますので、ここで外すと。で、まあ基本的にはこの2つのパーツを塗るだけで、
一応全塗装はできるかなと思いますので、これをですね、中性洗剤でよく洗います。ちなみに丁寧にやる場合はここでペーパー掛けですね。ペーパー掛けをするんですけど、今回はもう超お手軽塗装っていう感じなんで、あえてですね、もうペーパーも当てません。ちょっと角だけちょっとやりましょうか。角はどうしても取れやすいんで、できるだけ角ぐらいはペーパー当てた方がいいですけど、あとこの成形時のこのプレスラインですね。プレスラインというか、この型と型の間の線がここに入ってるんで、これぐらいをちょっと消しましょうか。もう今回はこれ600番ですけど、600番とか800番ぐらいで、この線をですね、軽く消してあげる程度でやっちゃいます。ここは個人差というか、人によってどこまで丁寧にやるかっていうのはありますけど、こう繰り返しになりますが、今回お手軽塗装なんでそんなにこだわらずに、ちょっと軽く消すぐらい。なんだったらやらなくても全然いいと思います。で、さっきちょっと欠けちゃったところ、この辺もちょっと整えてあげて、どうしても角はぶつけたりとか、そのラジコンって実際に走らせるので、その実際に走らせて取れやすい、塗装が欠けたり、剥がれたりしやすい場所なんで、一応念のためっていう感じでやっていきます。今回ちょっとダイソーさんのスプレー塗料、どんなもんかなっていう検証も含めてっていう意味で、ちょっと後ろはやらないでおこうかな。後ろ何もしずに、ちょっと今ここペーパーかけました。ちょっとフロントもかけました。そんだけでいいか。この辺だけちょっとやっておきます。ちょっと成形時のラインが気になるんで。こんな感じでペーパーかけて、下手にこの辺やりすぎると、エッジがこう角張ってる、せっかくジムニーらしいフォルムのこう角張ってる感がなくなっちゃったりもしますので、そんなに無理してやらなくていいと思います。じゃあこれで中性洗剤で、もう食器洗う時みたいな感じで、もう食器洗うような洗剤あるじゃないですか。あれでガシャガシャガシャっと洗う。で、しっかりすすぐ。もうそれで十分かなと思います。はい、じゃあこれが洗って塗っていくところですね。中性洗剤で洗って、しっかり乾かしますと。で、この缶スプレーですね。もうこれでもかっていうぐらい振って混ぜてください。慣れてる方知ってると思いますけど、慣れてない方ですね。そんなに振るっていうぐらい振ります。これちょっとカットしますけど、もっと振ってます。でめちゃくちゃ振ってから、これ、まだ振ってますね。まだ振って、で、はい、ちょっと試し吹きですね。初めて使うスプレーだったので、どれぐらいの勢いで出るのかなみたいな、ちょっとどんな感じなのかなっていうのを見るために、段ボールにちょっと吹きつけてみて、で、こんな感じかっていうのをちょっと見てからですね、まずいわゆる裏打ちですね。ボディの裏側に黒のスプレーを軽くというか適当にっていうのが合ってるかもしれないですけど、そんなに外から見えないので、適当にバーッと吹いて、そんなに2度塗り3度塗りとかはしないですね。もう適当に吹いてます。ちょっと分厚くなったり、ちょっとぐらい、なるべく垂れない方がいいですけど、ちょっとぐらい垂れてもいいかなぐらいでバーッと塗ってます。はい。で、これで裏側を一通り塗ったと。ボンネットの裏とかはもう全然濡れてなくても大丈夫ですね。見えないんで。で、ここから乾かすと。あとこれですね。天井の四角いやつ。これも忘れずに塗っておきます。あとこういうグリルとか細かいパーツですね。余裕がある方はできればですね、こういうものも塗っておいた方がいいのかなと思います。はい。で、しっかり乾かしてから、季節とかにもよりますけど、2、30分、全然乾かないときは1時間ぐらい乾かすときもありますけど、乾かしてから、このペットボトルですね。ペットボトルの上に両面テープをつけて、で、ペタッと貼って、で、塗るとやりやすいですね。あと、この小物、このヒンジのパーツですね。今回はつけたまま塗ることにしました。その方がジムニーらしいかなみたいなのもあったので、もちろんこだわって作るときは塗り分けても全然かっこいいと思いますので、そこはお好みですね。今回はそのまま全部塗ると。で、一応ホコリ除去ですね。
なんか画面で見るとホコリすごい舞ってますけど、こんな感じでホコリを取り除いて、エアブロワーみたいのがある方はそれでバーッと飛ばしたのが一番いいんですけど、今回お手軽塗装なんでそんなのないよっていう方がほとんどだと思いますので、もう軽く取ってですね、で本当はなんか空気でバーッと吹いて、取り除くのがいいんですけど、外で走らせたらどうせ汚れますので、そんなにこだわらなくていいのかなっていうので、もう吹きつけてますね。こんな感じで結構勢いよく出るスプレーだなっていう感じです。なんかちっちゃいんでそんなにバーッと出ないかなと思ったんですけど、全然かなり勢いよく出ちゃうので、ちょっと離し気味でこんな感じで、ちょっと様子見がてらみたいなところもありますけど、こんな感じで半分塗るみたいな、ちょっと表現難しいですけど、薄塗りっていうんですかね。下地がまだ半分ぐらい見えてると思うんですけど、ちょっとこんな感じで1回目を塗りましたと。こんな感じですね。で乾かすとちょっとこう艶消し黒なんで艶がなくなってくる。で艶消し塗料って結構分かりやすくて、乾いてきたかなっていうのが、その塗ったばっかりの時は艶があるんですけど、放置して乾かしておくとその表面のテカテカの艶がなくなって艶消しって感じになってきますので、そしたらある程度乾いてきたかなっていう風に判断して、これで2度目ですね、2度目を吹きつけてます。でここで確かまさかのですね、2度目吹きそうだなくなっちゃったんですよ。そんなに早くなくなるって思ったんですけど、なくなりましたね。でちょっと乾かしながら買いに行ってきました。これちょうど画面切り替わりましたけど、ダイソーさんに行って追加してきました。2本目ですね。2本目を追加して、で続きを塗ると。これ新しく買ってきましたので、当然また改めてめちゃくちゃ振ってますね。めちゃくちゃ振って、またちょっとカットしちゃいますけど、もう 100回とかそれぐらい振ってます。はい。でさっき塗り残しちゃったところですね。ダイソーに買い物に行ってたのですっかり乾いてます。ここからまた2度塗り目の途中からか塗ってますね。かなりドバーっと出るので、結構手早くこう横に動かした方がいいのかなと思ってですね、そんな感じで、吹きつけてます。でこのテカテカになったところをさらに吹きつけちゃうと塗装が垂れちゃうので、ちょっとそれは特にこういうスプレー塗装の時はですね、気をつけながらやるといいのかなと思います。あと気になるですね、その凹凸の横っちょっていうか、そういうところは塗料が回りにくいので、時々よく見ながらですね、そういうところ気になるところがあれば、ちょっとそこを意識して、いつもと違う角度というか、通常吹きつけるのとちょっと角度を変えてみたりしながら、その塗り残しがなるべくないようにするといいのかなと思います。特に黒だけで仕上げようっていう場合は塗り残しはしない方がいいですね。ただこの後シルバー塗るので、そういう場合は正直そんなに気にしなくても、盛大な塗り残しさえなければ、後からシルバー塗った時にですね、ほとんどわからなくなるかなと思います。で今ちょっとパッと切り替わった時に分かりやすかったと思うんですけど、このテカテカからですね、ある程度ツヤがなくなったら、乾燥したっていう感じになりますので、そこからですね、今回の場合は、塗りながら様子見て1回2回塗って3回目3度拭き目になりますけど、まためっちゃ振ってますね。この3度拭きで、仕上げにしちゃうっていう感じでやってみました。ちょっと最後はですね、遠くから吹きつけてます。ちょっと今回このスプレーそんなに思ったよりツヤ消し感がないなと、ちょっとツヤがある感じに、感じましたので、ちょっと意識して遠くから吹いて、エアブラシとかでいうとなんかいわゆる砂吹きみたいな感じで、ちょっと離したところからですね、あんまり最後は濃く塗ってテカテカにならないように、もうサラサラの状態で上に置くみたいなイメージで最後ですね塗りました。少しでもツヤ消し感が出るといいなみたいな感じですね。で最後こうふわふわっと塗って、一旦黒完了っていう感じですね。こんな感じで一応ちょっと砂吹きっぽく吹いてみました。はい、というわけで一旦これブラックジムにですね、黒く塗った状態で、ここからさらにシルバーを塗っていくんですが、せっかく黒い状態なので、
このままですね、ちょっと軽くですけど、しっかり組むわけではないですが、車体に乗せて、こんな感じですよっていうのはお見せしたいなと思います。はい、じゃあ本当に仮組みって感じですけど、参考までに、真っ黒ジムニーですね。こんな感じになります。これ、実写で結構いますよね。こういうもう真っ黒に塗っちゃったやつ。これで、かっこいいですね。こんな感じです。ちなみに、ダイソーさんの、100均のスプレーですね。で、一応、艶消しブラックっていう感じなんですけど、塗った感じはこんな感じ。正直、もうちょっと艶消しでもいいかなっていう感じ。若干、ちょっと僕の塗り方があんまり上手じゃないだけかもしれないんですけど、若干なんか、艶があるなみたいな。もうちょっと、艶がない方が、僕はですね、好みかなと思うんですけど、一応、こんな感じで。わかりますかね？もちろん、艶消しは艶消しですよ。まあまあ艶消しですけど、なんかちょっと、テカテカしているなみたいな感じはあります。で、今回ちょっと途中で、途中で、缶1個で足りるかなと思ってたら、意外と全然足りなかったです。でも2本あれば、まあまあ、十分塗れたかなっていう感じ。なので、まあ、本当にお手軽塗装でもう黒結構悪くないなっていう方は、スプレー缶ですね。ダイソーさんのやつ、艶消し黒ってやつを2缶買ってくれば、こんな感じで塗れますよっていう感じですね。はい。じゃあ、ここからですね、さらにシルバー塗っていきますけど、多分、シルバーは1缶で足りるんじゃないかなと思います。下地を黒にしたんで、黒の上にメタリック塗装、メタリック塗料を塗るっていう風にすると、かなり、色がですね、はっきり出やすいというか、ちょっと塗っただけですぐシルバーになるので、ここからですね、またちょっとバラして、ボディだけにして、シルバーに塗ってみたいと思います。では、ここからまたシルバー塗装ですね。さっきの両面テープまだくっついてたんで、そのままちょっとギュギュギュッとつけて再利用してます。で、ここから、このホコリですね。ちょっと組み付けとか分解とかしたんで、またホコリついちゃってたんで、ブロワーで吹き飛ばしてますけど、まあ、もちろんこれもですね、さっきお伝えした通りで、ブロワーなんてないよっていう場合は、全然なんかパッパッパッと、なんか何かしらの方法でホコリさえ除去できればいいので、ただその時に油分がつくっていうのだけちょっと気をつけながらやっていただいた方がいいかなと思います。で、また缶をめちゃくちゃ振ってますね。めちゃくちゃ振って、この画面外でも全然振ってるんですけどね、ちょっとまたカットします。で、また振って、これは試し吹きですね。黒と同じく初めて使うんで、どんな感じかなっていうのをちょっと見るために、黒を吹き付けた段ボールにもう一回シルバーですね、吹き付けて様子を見てました。で、ここからもう一回もう一回なんかほこり飛ばしてますね。で、吹き付けると、最初ちょっとチキンですね。どんな感じになるかちょっと分かんなかったんで、だいぶ弱めに吹いてます。この辺からこんな感じかっていうので、また半分ぐらい塗るみたいな感じですね。一気に 100% 銀色を出すっていうよりは、半分ぐらい下地が見えてるぐらいでちょっと軽くのせて、で乾燥ですね。乾燥させてます。一応表面は、塗りたての表面はこんな感じです。これぐらい塗って乾燥ですね。で、2、30分乾かしてから2回目ですね。2回目を塗っていくところです。ここは1回目よりもう少しだけ強気でのせていってる感じですね。黒を下に塗ってメタリックをのせているので、かなり色は出やすい状況なので、もう2度目でほぼほぼいけちゃったっていう感じですね。これは大体どんな塗料でもそうだと思います。シルバーとか塗るときは下に黒を拭いてシルバーを拭くと、もう一気に色が出ますね。で、ちょっと気になるところを慎重に見ながら、塗り残しがないかっていうのを気にしながら、塗って、でまた乾燥ですね。で、こういう時によく塗り忘れちゃうのがこの別パーツですね。ちっちゃい小物を塗り忘れちゃうので、これも忘れずに塗っておきます。これは1回しか塗ってないですね。
で、一応、2度塗りでほぼほぼいけたんですけど、ちょっと気になるところがあったんで、そこだけもう軽く吹きつけて、ただ、そうするとまたちょっと、特にメタリックの場合は、ムラが出ちゃったりするので、まあまあ、結局、3度塗りっていう感じで、全体にもう一回、バーっと吹きかけて、全体の調子がですね、あんまり変わらないような感じ、均等になるような感じで、最後、もう一度、結局3度塗りをしているという感じになりました。で、またこのまましっかり乾燥ですね。はい、というわけで、シルバー塗装も完了しました。これどう思います？まあ、ちょっと生で見てみないとわからないかと思うんですけど、ちょっとこの画面で見る限りで、こう正直思ったより、ダイソーさんのシルバー、だいぶ光り輝いてますね。ちょっと映り込み、ほら、このミラーを持ったこの右手、こう近づけると、結構映り込んでますね。これは予想だにしない、結構色味が予想だにしない感じになったんですけど、ちなみにちょっと手袋時々してましたけど、し忘れた時に盛大にかけちゃって、ちょっと左手がメッキ塗装みたいになってますけど、すいません。これは、すごいですね。もうちょっと、いぶし銀の色が良かったんですけど、だいぶ光り輝いてますが、まあちょっとこれで、一旦様子見ですね。様子見で、まあ、これ参考にして塗られる方は、結構光るんで、覚悟した上で塗ってほしいんですけど、ちょっとこれ、あえて、黒で下地塗らずに、そのまま塗ってちょっとぼかすみたいな、そんな感じにした方がいいのかなとか思ったんですけど、まあそれでも結構、こう完全に映り込んでますよ、こう、手とかが。逆にちょっと用途によりますけど、逆にすごいですね。正直、ダイソーさんのシルバーを見くびってましたね。ちょっと、どういうシルバー？シルバーカラー。特にあれですよね。メッキとか、そんな風には歌ってないですけど、普通のシルバーですけど。もう結構すごいですね。まあまあ、一応ちょっと参考までにこんな感じで、結構光るシルバーでしたよっていうので参考にしていただきつつ、とりあえず組み立てちゃいますね。はい。というわけで、光ってますね。これは、ちょっと今回、ダイソーの塗料でこんな風に塗れますよっていうのを試しにやってみたかったんで、やってみたんですけど、正直、ちょっと光りすぎだと思います。で、これはこれで、まあ、全然参考にしていただければと思うんですけど、ちょっと僕の好み的にはですね、もうちょっと、やれた感じ。これちょっと、新車ジムニーって感じで、新車より光ってんじゃないかっていうぐらい、もうシルバーが、もうビカビカな感じになっちゃってるんで、ちょっと、ここから、また、今回の動画、これでですね、終わりにしようと思うんですけど、こう塗ってみましたっていうことで。でもシルバーやっぱいいっすね。ジムニーらしいな。はい。で、今回ちょっとこれで参考にしていただいて、ちょっと引き続きですね、ここに、ちょっとダイソーさんでは入手できないんですけど、まあ、一般的な模型店で全然入手できる塗料でですね、こういうのがあるんですよ。艶消しのトップコートっていう、こう、クリアですね。艶がなくなるクリア塗装みたいな。こういうのがあるんですよ。ちょっと、また次回別の動画で、これをここにもう一回塗ってみようかなと思ってます。で、その時に先にシール貼っちゃって、で、そこから艶消し塗装ですね、トップコートを、吹き付けるっていうのをちょっとやってみようかなと。この光り具合を見て思いました。はい。ちょっと一周一応見ときますか。で、余った艶消し黒でですね、この辺もちょっと塗ってみました。これも塗る方はですね、ちょっと余裕があれば、こういう小物も、もし塗料が余ったらっていう感じで塗ってみてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい。シルバー。これちょっと今画面的にちょうどツヤがない
感じに見えるかなと思うんですけど。いや、あるな。ありますね。これ、いや、あるな。まあ、こんな感じ？こんな感じ？こんな感じか。まあ、ちょっと、もうちょっと艶消したいなと思うので、またちょっと、そのやり方っていうので、艶消しのトップコート吹いてみて、まあ、ちょっと僕も正直初めてやるんで、このダイソーさんの塗料自体を初めて扱うので、ちょっと勝手がわからないところがあるんですけど、ちょっといろいろ試しながらですね、こんな風になりました、みたいなのを引き続きやれたらなと思います。まあ、このシルバージムニーさんはこのままちょっとカスタムを続けていきますので、最初にもお伝えした通り、このノーマルのままいきますっていうこの車体とですね、で、どんどんいろいろいじっていきますっていうこの車体でですね、引き続きいろいろ動画にしていきますので、見ていただければと思います。では、今回の動画ですね、若干思ってたんと違うっていう感じにはなっちゃったんですけど、以上になります。今回もですね、ご視聴いただいてありがとうございました。